ナイス。浜田仁です。浜田仁。おいくつですか18歳。18歳。今大学生ですよね。大学生です。なんで東京に来たんですか？なんで来たかっていうと、学びたいことが経済的なことで、地方にいるとやっぱそういう経験がなんかやっぱ都庁とか霞が関とかに官僚たちがいるじゃないですか。そういうのをこうインターンとかで行ってみたいなっていうのもあったし、そういうのを考えると地方の大学より東京の大学の方がそういうことを多く学べるかなと思って東京に上京してきたのと、あとはなんか親元を離れたいっていうのがあって、なんか一人で自由にこう遊んだりとか友達と、夜中までワイワイしたりとかしたかったっていうのも一つあります。なるほど。出身は兵庫県です。兵庫県の明石市。明石市。東京の魅力って何だと思いますか？東京の魅力ですか？地元と違うっていうことで言えば人が多くていろんな人がいっぱいいるっていうこと。あとは、遊ぶ場所もたくさんあって、なんか夜も賑わっているっていうところが自分の明石市とは違ってなんかいいところだとは思います。明石市のいいところは？明石市のいいところですか？なんか東京の人と違って一つ思ったのは、ぶつかっても謝ってくれたりとか歩いてる時に、あとは人が優しいんで近所とかの付き合いも結構多いし、困ってたら助けてくれるっていう人も東京より多いなっていうのは感じました。暖かいと。暖かいって言います。ちなみに今日はバスケの練習しに来たんですよね。はい。バスケ歴は本当になくて、もう友達と遊びでやってたぐらいでしかない。結構じゃあ1年未満みたいな感じ？そうですね、1年未満です。こっち来てから？地元の方では何やってたんですか？なんかスポーツ？中学までは柔道をやってて、高校はもう学校が遠かったんで帰宅部でした。あ、そうなんだ。柔道からバスケに転身ね。バスケは何がきっかけで？バスケは親がやってたっていうのもあったし、あとは友達がバスケやってる子が多くて、それでなんかバスケ楽しいなっていうことで大学入ったらサークルでもいいから入ろうかなと思って、それでバスケ始めました。サークルでは試合とかやるんですか？やるんですけど、そんな激しくなくて男女混合的な時もあるんで、結構緩くやってる感じで、なんでなんかもうちょっと上手くなろうかなと思うとやっぱそこではできないんで、練習とかして頑張って上手くなろうかなと思ってやってます。バスケの魅力なんだと思いますか？バスケの魅力ですか？スポーツとしての魅力は何でしょうね。一つ思うのはそのチームプレーなんで、コミュニケーション的な部分がやっぱこう仲良くないとパスとかも渡せないし、相手を信頼し合って試合ができるっていうところが一番の大きなところだと思ってて、柔道を僕やってたんですけど個人プレーが多いんで、やっぱ自分の力ってなっちゃって、あんまり友達では練習で試合は1人みたいな感じでちょっと寂しかった部分があったんで、バスケとかはこうみんなでワイワイできるっていうところが魅力だと思います。なるほど。なんか柔道の技とか柔道の要素をバスケに生かすことってできたりします？なんかありますか？なんか一つ思うのは、今日のシュート練習ちょっと手伝ってもらった時に思ったのが、重心をぶらさない、ジャンプして、シュート打つ時とかも重心をずらさずに打つっていうところとか、
あとはつま先でこうなんですか体重を乗っけてジャンプする時とかも力をこうちゃんとボールに伝えるようにするっていうところがなるほどね。柔道にはちょっと力の流れ的な部分があるんで、力の流れね。力の流れバスケ始めて1年未満っていうことでなんかこうなりたいとかなんかあるの？とりあえず今楽しいからもっと上手くなりたいっていう感じ。そうですね。なんか一番上手くなりたいのがシュートが全然入らないんで、うんそれをフォームから改善してうん決めたいなっていう、しっかり決めたいなっていうのもあり、なんかサークルでそういう勉強とかそのトレーニングっていうのかな、なんかあんまり教えてくれる人がいなくて、みんな割と同じ感じなの？その経験者。やってる人もいるんですけど、なんかみんなも楽しむことを目的としてるんで、あんまり練習じゃなくて、なんでなんかまあ友達とかあとは知り合いの先輩とかと一緒に教えてもらいながらやっていこうかなとか、あとはまあ最近は SNS とか YouTube とかでも動画が上がってるんで、そういうの見て勉強しようかな。ぜひ。体力ありそうだもんね。体力は結構自信はあります、いやでも身長も結構あるよね。身長は183ですかね。この辺近いんですか？家。住んでるところは近い。近い。あとじゃあバッシュの話していいですか？これバッシュ？これバッシュじゃないです。バッシュじゃないの？これバッシュはランニング？いや、これは普通にトレーニング用で、まあ、これめちゃくちゃ安いんですけど、ちゃんとしたやつ入ってくる。トレーニングシューズか。バッシュは持ってるんですか？バッシュははい、紫色のわかんないですけど、紫色。ナイキ。カーリー。カイリーアビみんな履いてるね、カイリーね。それは人生で初めて買ったバッシュ？そうです。へえ。どうですか、履き心地は？まあ、店員さんに聞いていいのを選んでもらった。ああ、なるほど。結構履き心地はいいです。この辺で買ったんですか？はい、渋谷のギャラツ？そうです。あ、ここで買いましちなみに今履いてるやつはどうですか？これでバスケ？た。これはやりにくいです。正直安いんで、こあう伸びっていうか、こう何ていうんですかね、こうフットワークする時とかに靴が伸びないっていうか、伸縮性がないっていうのが一つ思います。やっぱ高いのだと構造がいいので作られてるんで、足にフィットしたりとか滑りにくさとかもあるんで、そう考えるとこっちの方はあんまり良くないと思います。たこ焼き？はい、明石焼きじゃなくて？明石焼きじゃなくてたこ焼きの方がそっちか。まあそれはね、住んでるっていうか育ちだからって好きなわけでもないもん。そうです。そうか。別にあんまり食べないんで、明石の人も、あ、そうなの？はい、あるあるだね。そうか。好き、バスケって見たりしますか？プロの B リーグとか NBA とか。ちゃんとは見ないんですけど、YouTube とかで試合をちょっと見たりとか。ああ、ハイライトみたいな。好きな選手はいますか？好きな選手ですか？うん。まだそこまでは。ここまで行ってないですね。でもせっかくカイリーの靴持ってるからカイリーはフォローしといた方がいいかもしあ、れない。わかりました。あ、そうだね。うんインスタとかね。 NBA はね。そうですね。 OK。あ、ちなみに好きな柔道選手はいますか？好きな柔道選手は別にいなかったですね。そんなにいないや。そうですね。帯は？帯は、初段取る前にやめちゃって、あ、じゃあ白でも白で終わっちゃって。じゃあ大学1年生ということで将来の夢を教えてく将来のださい。夢ですか？まあ一つ考えてるのは商社マンとかですかね。経済系の勉強してるんで、商社マンになって何がしたいですか？まあ、海外とか行って、まあ、いろんなもん売りたいなっていうのもありますし、あと一つはなんかですかね、英語が苦手なんで、おそれを克服したいなっていうのもあって夢を持ってるんで、じゃあ英語の勉強もしてる。まあ、はい、ちょっと頑張って。素晴らしい。
この人も今英語の勉強してそうますだから一緒に YouTube とかみんな英語じゃあでいいんじゃないですか。コロナが落ち着いて早くいろんなところに行けるように留学とかもしたいですね。そうね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ごめん余計なこと聞いた。うわーでもあれじゃ一番あれだな、なんかこう思い出強いやつじゃん。じゃああれだ、今日この子その子あれじゃないの、東京の大学とかじゃないの、京都か。グー